財布が2つ、旅のにかかるお金はもうはい、ちゃんと半分ですね。子供の例えばもう半分学校に行くお金も半分です。お子さんはユミとテッペイ、そうですね。お母さんお父さんっていうの言わない、役割で呼ばれたくないから、きっとその最初に名前で呼んでって言ったから、病院みたいやね。そう？病棟いいやん。治療中。精神とか病んだら、一旦こういうとこ来たらいいよ。病んだ人で来てほしくないけど。そりゃひろこちゃんも言え。ひろこちゃんは言うかもしれんけど、ほら病んで死にそうな人はさ、死ぬぐらいやったらさ、勇気出してここに来る。私のなんかYouTube 見てきた人がな、これでもいいんだって。これでもいいんだ。これでもいいんだって思ったんやって。すごくない？いいと思う。それそうなんか私これでもいいんだ。いろんな生き方があるとかさ、常識に縛られやんとかさ、これでもいいかと思うよ。うちらは多分親の期待とかは全く答えられてへんやん。でもな、いいの、本人がこれでよかったらとか、そういう部分な、それあると思う。すいません、お入れていただいてありがとうございます。持ってきました。日本の番茶です。嬉しい。器はないんですか？厚かましい。ちょっと厚かましい。割れるやん。持ってきてない。嬉しくて涙が出るかも。行かなくていいよ。泣いてるよ。幸せだな。どうしたん？大丈夫か？感動して。何が？嬉しい。うちにないもん。まだ飲めてないんだけど。行きましょう。お部屋を拝見。突撃。お願いします。お部屋突撃して大丈夫ですか？ヨガしてたんですか？ヨガマット。半分にしたんだ。お名前は？小野哲平と言います。日本で、陶芸の仕事をしています。早川由美です。布を使って服を作ったり、言葉を使って本を作ったりしています。韓国では小さな暮らしの種レシピっていうのが翻訳されているので、ぜひ読んでみてください。こんなにたくさん食料関係だけで、まあちょっと減りましたけど、もっとお米を持ってたから。まず大事なのはこのクッキングのコンロですね。コンロ？そうです。これが全てです。コンロ。スタンドになってて、でこれは固形燃料で、これが一番大きいキューブで。鍋セット。結構でかい。鍋？結構でかい。これはでかいのには理由があるんです。これもいくつか持ってて、でこれお湯にかけるやつなので、ここにすっぽりお湯の中に入る。なのでこの大きさが必要な。これも持ってるし、あとお米もあるんだ。これを炊くこともあるけど、ちょっとダメ。ちょっとこれいいかもしれないこの方。どうだろう。そうか、じゃあこれいらん。あ、でもお米炊くときは？そうでしょ？でもまあいけると思う。炊くとき。はい。ミニマリストのちっちゃくね。ミニマルにさせようとして今。じゃあこれいらないわねって。次回からじゃあこれはいらない。これ一応全部が収納になってるんで、これ入れて、まあちょっとここガチャガチャ言わないように入れますけど、入れて、その夜間いいですね。入れて、でまあちょっと包みながら、最後はこれが来て。朝お湯をいただいていつもコーヒー入れてるんですけど、
まあこれはほらこうなるんで、かわいいね。かわいいね。ちょっとどこの雲南雲南省で。お茶入れるとそこに作るんですね。コーヒーが大好きなんで、まあどこ行っても自分で入れるんですけど、今回はまあ3種類から豆持ってて、お茶は何種類も持ってる。これは台湾のものこれは台湾の茶なんで、これは弓茶、弓の作ったお茶。紅茶。弓ちょっとだけ茶。発酵させて。あとお餅って持ってるとすごく楽なので、これ両方とも玄米餅ですけど、これよもぎのお餅、よもぎ入りお餅。醤油とお餅と、まあ海苔を巻いたりして、でどうやって焼くんですか？フライパンです。あとこれは浜納豆って言ってなんか味噌を丸めたようなもので、これだけ食べても美味しいし、ご飯に乗っけて食べても美味しい。これも発酵食品だから、まあ体にいいでしょうね。これ。食べてみて。みんな見たことない。ご飯が進みそう。干し乾燥野菜、乾燥。そんなカラカラに乾くんですね。まあ蜂蜜。蜂蜜。なんで料理道具も持ってあるかっていうと、ずっと子供が小さい時からこちらの旅行してて、一番最初にインドに行った時に子供が3歳でバラなしで食べるものがなくって全部カレー味だから、それで久美子ハウスっていうところに行ったら、久美子さんにインドに来るならね、鍋釜持ってらっしゃいって、食べるものを作りながら旅した方がいいよって言われて、今では私たちのために1日1食ぐらいはなんか軽く作ると楽だよねって、油っぽいものがだいたい食べれなくなってきたから、インドとかね必ず作ってるよね。食べ物が体を作っていくから、明日明後日の体のために今日ちゃんと作って体にいいものを食べて、普段僕は日本ではほとんど料理しないんですけど、旅してる時はまあ僕があだこうだ言いながら作ること、まあ、楽しいからやる。料理に使うお水は水道水ですか？飲んでみてちょっと味がどうかなと思ったら買ってきた水を使うこともあるけど、口入れてみてそんなに気にならなかったらもう水道水でもう煮沸するし、まあ、最近ちょっと機内食もちょっとしんどいので、飛行機乗る直前に残ってるお米でおにぎり作って飛行機乗って機内食はまあ適当にして、まあおにぎり食べて、別にこれ我慢してなんか努力してるわけじゃない。これも楽しくて、旅歴は何年ですか？最初に外国出たのが25歳なので、今64なので40年ぐらいか、25歳の旅だけ一人でしたけど、それ以降はまあ結婚しても子供、ずっと子連れ。最初の旅は由美さんと出会う前ですね、まあ由美は由美でまたアジアを旅してたんですけど、25、6歳の頃にタイの山岳民族のところを転々と旅して、その後からもずっと哲平と一緒で、子連れでの旅1歳2ヶ月ぐらいから、で1歳だと飛行機のお金がかからないので、こんなベビーベッドをもらってカチャってかけてもらって、エジプト航空かどっかの航空会社の時になくて、なんか紙の段ボールを渡されてこれ当然ここには置けないんだけど、赤ちゃん入れて床に置いといてねって言われて、段ボール。旅は飽きないですか？旅はね、毎回今回もだけどすごい感動があったり、今分かんなくってもやっぱりその時間が経ってから、あ、これってこういうことだったんだなとか、目の蓄積かなのために旅して。じゃないです、心でしょ。あ、心。哲平さんも一緒ですか？なぜ旅を続けるか、これはもう中毒。旅中毒。若い頃はもう本当に限りなく時間が自分にあって、旅もいつでもどこでも限りなく行けると思ってたんですけども、60過ぎるとあと何回
どこに行けるかなみたいなことを大丈夫大丈夫。ずつ感じながらの、もう昔とは違うっていうか、下の息子はもう旅がすごい大好きで、ハードのとこ厳しいとこ行くんですけど、まあ、タイとラオスだけって言ったら、いやいやいやもっと厳しいところに行きなさいって息子がまだまだ行けるんだから厳しいとこはあんたたちは行かんといかんっていうふうに息子に言われて、厳しいとこもそうですね。インドも面白い大好きだけど、やっぱりよいしょってやっぱり気持ちが、でも最後に1回だけ、もう1回だけ行くけどどこって言われたらパパイヤでしょ。インドに行って帰りにパパイヤに乗って帰るっていう。最後の1回はインドがいいな。ラオスで初めて会った時に、うんうんお二人は部屋も別々で、お宿代も別々で、うんうんそれがすごい印象深くて、僕的にはそうか。財布が2つ、うんてっぺんの財布と私の財布でずっとそうだよね。夢はまあ男性も女性も、50-50、うん家の仕事も、経済的なことも、まあ僕のおっぱいあげたりできないこともあるけど、できるだけまあ半分ずつの。それはおむつ洗ったりとかそうです。すごいそれは上手ですそれはもう由美さんの考え方で、僕はまあそれに従わざるを得なかったっていうか、きっと韓国もそうだけど、家と家みたいなのがあるでしょ、最初にあります結婚する時に、はいはいゴノ君の家、イキちゃんの家みたいな、その家と家っていう考え方も好きじゃないし、まあ結婚して女性がその男の家に入るっていうふうなことに対する、まあどうなのかなっていうその考え方がベースに、だから結婚式とかもしなかったし、養われたりするのも嫌な、てっぺんに養われるのはなんか所有されるみたいで、人間だからやっぱりなんかやりたいことやって女の人も元気でいた方がいいよねと思うし、なんか自分が自分であるために自分のお金で買い物したいなって思うから、まあでも僕という意味はまあそういうふうな考え方でバランスを取ってきたんだけど、だけどまあ男性が稼いで女性がまあ家にいて子供のこととか家のことをするということでバランスが取れていれば2人の中で、俺はそれはそれでわかるかな。旅のにかかるお金はもうちゃんと半分ですね。子供の例えばもう半分学校に行くお金も半分です。それが由美さんの考えですか？パートナーがこういう考え方じゃなかったら俺は、そこまではね。由美さんは働きながら子育てをしたってことですか？保育園に子供を送っていって、そう1歳と8ヶ月ぐらいからかな、女の人が社会とこう離れていくきっかけっていうのはまず出産、育児で、それまで仕事してたのに、てっぺいみたいに展覧会したいと思って展覧会してたのに、お家の中だけで畑はできるよ、一生懸命どんどん最初の頃は楽しくて畑したり果樹植えたりして、やりたいことやれるって思ってたんだけど、ふって気がつくと私って何だったんだろうなって、すごい社会とのつながりが感じられなくって。結婚当初お二人は割と裕福な方だった？いやいや、ないお金で最初の頃は全然裕福ではなかったですけど、でももう若かったからなんかこう心配だとか、お金なくってもなんか畑やってたりとか、他のことでなんかやってたから全然ね貧乏だとか思わなくって、早く自分の世界が作りたかったの。てっぺいの一緒じゃないでしょ。てっぺいの世界はうちは
は子供にも名前で由美と哲平って呼ばしていて、友達来ても由美と哲平って呼んでって言うから、大人になってみんな来ても哲平とか由美とか呼んでくれるよ。呼び捨てです。誰々君のお母さんとか翔平君のお母さんであり続けて、私はそれお母さんはお母さん役でしかないから、だから名前で呼んで。お子さんはユミと哲平。そうです。お母さんお父さんっていうの？言わない役割で呼ばれたくないから、きっとその最初に名前で呼んでって言ったから。大木37歳の子供も28歳の子供も他のほら弟子の子たちがいても、最近俺のことてっちゃん由美って言うから、まあもう名前で呼んでほしいよね本当に。でもこの間なんか来た時にタメ口だって怒ってたよ。18歳ぐらいに、20歳ぐらいかな。うちの子供が行った埼玉の自由の森学園っていう、ものすごい自由な高校で、なのでその先生と生徒の関係ももう対等だということで、だから生徒も先生に対してもタメ口なんだって。うちにこの前来たその卒業したばっかりの子がうちに2、3日泊まったんだけど、もう俺になんかタメ口で話してくるんで、タメ口やと思ってなんか違和感というか腹が立つ自分が何なのかって、そんな平等だとか言いながらもタメ口で話してることに対してちょっとなんかイラついてるっていうのは、それではいけないという自分がいるんだよね。やっぱり俺の中にもこう上下関係が。注意したんですかそれ？いやさすがにその時はしなかったかな。ちょっと見学に来たっていう感じだったから。タメ口やったんや。タメ口やったんや。優しい気持ちがあれば、多分言葉遣いが丁寧語じゃなくても嬉しい気持ちになると思う。ね、やっぱりいろいろ旅をしながら自分の考えていることとかいろんなことを深めていくことがきっと旅ってできると思うので、学びみたいな、学校に行ったりなんか本を読んだりパソコン見たりとかじゃないリアルな旅の経験っていうのがきっと根っこを生やすための土みたいなものになると思うので、お金は貯金しなくてもいいけど、旅の貯金がいっぱい増えていくときっと心も仕事も暮らしも豊かになるんじゃないのかなって思います。また会いましょう。はい。ありがとうございました。また絶対会おう。ありがとう。